おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、こんな感じのやつです。こんな感じの市場ですね。バンクーバーでいいですかね。バンクーバー長井あずみさん、ありがとうございました。お写真を送っていただいて、市場とかを書いてほしいというリクエストありましたんで、こんなぐっちゃぐちゃのを書いてみましたので、皆さんよかったら一緒にチャレンジしてみましょうということで、難しいですよ。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。これはですね、バンクーバーの市場ですねを描いた、こう斜めになってこうなってっていうのを今言うてました。ちょっと巻き戻って見てみてください。ある種の厚口 300g の粗めに書いております。3B ぐらいの濃い鉛筆で描いていっております。こんなごちゃごちゃした風景描けへんわとかね、市場描けへんわっていう感じかもしれませんけど、皆さんチャレンジしましょうね。難しいやつを。でも鮮やかな色みたいなのを初めに置いていって、それをやっぱり残しながら最終的には描いていくと。まず鮮やかな色を置くということがポイント。そしてこのやっぱり建物というか、このなんていうの、机みたいなのをずっと置いていくみたいなところをポイントにして、そこを逃さなければある程度描けるんですね。であとは隙間とかを描いていきながら密度を上げていくという作業です。それでここに女性が2人いて、ここになんかね、アジア系の人ですねいるから、俺なんかアジアっぽいなと思う反面、手前の方にあるベリーはもうめちゃくちゃベリーですよね。めちゃくちゃベリーってなんぞやって話なんですけど、ベリーな感じがします。で建物、これは透視図法ですね。ギューッと一点透視図法的になっていっている奥の方、他のとこは二点透視になっていくみたいなところを、二点透視なんですけど、大きく捉えて鉛筆で描いておきました。そして手前のベリーをね、ベリーに描いていこうと思います。そして水で濡らして、これはクリムソンレイキかローズマダーみたいな赤い色をどんどんと置いていきました。こんだけ濃く置いても、後で乾くとだいぶ明るくなりますので、その辺というのは、ある程度しっかりと濃く描いておいても大丈夫かなというふうに思いますのでね。でこの器とかはちゃんと12345とか数えてますよ。ちゃんとね、数えておりまして、ビビッドのまず赤、そしてちょっと黄色を入れました。黄色ね、これオレンジですか、ベリー&オレンジですよね、多分ね。すみません、全然ネイティブな発音じゃないかもしれませんけど、オレンジを置いていって、これを最終的には残していくという作業なんですけど、鮮やかなですね。この辺もジャガイモがあるんですか、ポテトがあるんですかという感じのとことかので、ちょっと床に落ちている影とかっていうのを少し描いて、置きました。黄色系、茶色系、ブルー系みたいなのを置いてですね、このまずだからなんちゅうの、この建物ズドンってあるという状態をちゃんと描けやんとは意味ないんですね。こういうのってね、ごちゃごちゃ系なんですけど、1時間21分で描きました。ありがとうございます。動画つないでいくとすぐ分かるんですね。1時間21分で描けんのかこのおっさんはと。描けへんわってね、皆さんね、初めから諦めんじゃなくてね、諦めないでって今流行ってます。私の YouTube の中ではね、今かえっていう風にね。でこの斜めの線とかね、やっぱね、線とかの引けるかどうかって大事ですね。なんかね、アマチュアとプロの大きな違いってここかなと。で一つの塗りに対してやっぱりバリエーションいっぱい持てるかっていうことでしょうね。なんか見てると、結構そういうのを鬼好評とかで見ていると、僕はよく完成をするということがどういうことなのかなっていうので、すごい端的な言葉をずっと長い20何年間やってきて、完成って何って、締め切り来たら完成やっていうぐらいの感覚でいるんですけど、もうちょっと優しくね、丁寧に教えるとなってきた時に、完成っていうのは僕責任っていう、この塗り、この色、このマチエル、この色豊か、をしっかりとこうやと今の自分のベストで画面の中を覆い尽くしたら、一つ一つ一手一手に責任を持って置いていったら画面っていうのは完成するんじゃないかなというのが私の説です。なんかすごい究極的なのは僕セザンヌかなと思ってて、セザンヌって意外と塗り残しとかもしてるんですけど、紙が塗り残ってたりキャンバスが残ってたりするんですけど、そういうの塗り残っているところというのも
ちゃんと画面の中にこれはもう残すというものを責任として、だいぶ進んできました。上の方の透視図を書いていきますけど、透視図法ですね。なんかこう責任を取っているというのがものすごいこう代表的なんちゃうかなというふうに思ったりとかしています。でこれ1層目ですね。1層目、まず一番鮮やかなベリーから描いていって、あと奥の方というのは若干サイドを落としつつも、でもそんなにこう空気遠近法的な距離感があるわけじゃないので、こう後ろの方にもなんかこうね、ナッパ系ですね。お鍋とかに入れたら美味しそうなね、春菊さんみたいな感じ、そんなん売ってないですか？バンクーバーキャナダの方にはどうですか？で、画面全体をこう常に見ながら、セザンヌってそれをすごくこうやってる作家さんかなというふうに思います。でこれ後ろの方のこう冷蔵庫的なやつですね。それに暗いのドンと置いてみて、これの暗さに対して前にちゃんと見えるかなっていうのを基準をちゃんと作ってね、やっていくんです。わかります？難しいでしょ皆さんね。なかなかね。まだ1層目です。まだ粘って書いております。まだ粘って書く。で鮮やかな色をちょんとまた刺したりね、赤いのちょんと刺したりとかしてるんですよ。でその段階、そしてこれだけ手がね全体に動いてるということがめちゃくちゃ大事なことで、なかなか皆さんねこの全体に手が動いていくということなかなかこうできへんのちゃうかなというふうに思ったりとかします。全体を見ながらこう描いていくということをしていっております。ここに時間が来ていますね。すみません。ということでキャメラを新しくしたからちょっとでこれ緑なんかをね、ちょっと絵の具がこう沈んできてこう紙に対して馴染んできてるな、乾きつつあるなっていうところに濃い水あんまつけてへんので、やったってちょっとだけにじますと、あんまにじまないでとか言いながらってやったりとかしてですね、緑ですね入れてみたりとか、もう乾き出しているところももちろんあります。これは全体をこう早送り4倍速で見せてますけど、見事なまでに手が全体に動いていくんですね。で一つの色を作ったらある程度それをこういろんなところにこう散りばめていく。こんなことができるかな、できませんわな、難しいですわな、こんな絵描けませんわなっていう感じでしょうけども、で完全に乾かしました。で、こう鮮やかな色、ちょっと明るくなったでしょ色ね。結構ビビッドな色を置いても、そしてまだこう隙間を描くんじゃなくて、まだこう濃いベリーをまた乗せていって、で若干塗り残す明るいベリーは塗り残しながら、もう何をベリー言うてるかよく分かりませんけど、塗り残しながらねやっとるんです。ベリーさんね、後ろの方に見えるベリーさんもやりながらですね、ベリーとしながら、これはラフィーニという筆、もう最近一押しですね。僕ほんと動画の中で筆変わります。名村さんのこのラフィーニ、4号、9ってやつ知らんほらちょっと含みのあるやつですわ。よう分かりません。そしてまたこう透視図法的な部分でちゃんと合ってるかなということとか、人のこう金髪、を描いて、後ろのアジアン人の人も少し描いていきつつも、この辺りというのは描きすぎずに、やっぱりこのベリーさんとかっていうのが強いので、この辺というのもちょっとこう太い筆ですけど大きなこう筆なんですけど、細かい線とかも描けますねということで描いていきます。2層目も鮮やかさを保ちながらなるべく頑張りつつ、後ろの方はディティールをちょっと詰めていくみたいな感じ。わかりますかね。難しいよね。描けんよね。まずこんなもんデッサン取れへんわって皆さん突っ込んでるでしょ。平面から平面はね、スケッチいきましょう。皆さんスケッチ難しいんで、600倍ぐらい難しいです。前は300倍って言ったかもしれませんが、600倍ぐらい難しいです。大体ね、皆さんも本当に大体途中でもうシュンとなりますけど、それを5枚10枚ぐらいやれば若干戻ります。若干良くなります。はいね、これもまた全体を描いていくのが見えるんじゃないかと思って、今回向こう途中も早送りをちょんと見せていきながら、早送りということでございますけども、暗い一つの色を作ったらある程度こう全体にこうまぶしながらやっていくような感じ、チラシ術みたいな感じですか。違う、例えがねもうちょっとねうまくなりゃねわからんですけどね。本当になんか宝石箱みたいなね、もうありがとうございました。こういうね、もう本当にまず書くことない
上野の飴屋横丁いいんじゃないですかって言ってね、もうその次の日ぐらいにすぐ LINE 送ってきてくれたから、僕ねめっちゃ熱しやすいけどめっちゃ冷めやすいんですよ。ギャンと上がってギャンとなんか仕事でも切って1週間ぐらい間空くともう冷めるんですよ、気持ち最低ですよ。もうだからもうビュッとしてバッとせんと、僕はもう本当にね熱いうちにやらんともう次の日とかじゃないとですね、すみません、そういうタイプなんですね。もう本当にだからなんかこう仕事もなんか熱いうちにギャーっとやっちゃってですねっていう感じです。でモチーフを描くというより隙間とかを描きながら脇役を描いていきますよね。この舞台をやっぱりしっかり整えて、本当にこう最後の最後にこう主役的なところを本当はもう早く皆さんやったら主役を描きたいと思うでしょ。もう我慢ならんってもうねそんな感じかもしれませんけど、僕はやっぱりちゃんと周り固めて全体が遠く離れた時に見えた状態にまずしてあげるわけですよ。で近くに寄った時にうわ描いてんねやなって見せるためにはまず引きを作らんとっていうか何ちゅうの近くに寄せんといかんわけですよ。うわ何かあったのかなと。でそのためにはまず画面というのがある程度こう強さってこう難しいんですけど、僕の中で一つの基準ね、これ一つの基準としては画面がパンと張っているかって広く見えるか、同じみんなのサイズでも同じパッと広く見えるかっていうのは強さかなというふうに思うんですね。逆もしっかりなんですよ。真ん中にちっちゃいこんな梅干しみたいなポンとね昔ありましたもんね。あの子変な子やな思ったんですけどね、僕は知らない子なんですけど、五美大展ってすみません早送り語全体をね進めてる様を五美大展、東京五美術大学展っていうのがあって、とある大学の卒業生の作品が白いキャンバスに梅干しが1個だけ貼り付けてあったセロテープで日の丸弁当って書いてあった。未だに記憶してます。もうある意味強いね僕が親やったらそれ卒生見に行ったらめちゃくちゃ落ち込むやろうなとね、4年間も学費払ってねどんな頑張って卒業制作書いたんかなと思って見に行ったらキャンバス100号ぐらいのキャンバスにわからないですよ。連作でいっぱいあって飛び交いには1作だけこうしか飾れなかったんかもしれんけど、梅干しがセロテープで貼った。いいとか悪いとか言ってませんのでね。そしてこれようやくこうこれね拭き取りをします。完全に乾いてから拭き取り、もうベリーさんを明るくちょっと暗くしたとこまた明るくしてベリーさん以外も拭き取りをしていってます。すごいでしょ。めっちゃ強かったです。それある意味パーンって貼ってるのダントツでその年もう覚えましたもんね。どんな子なんやろうって。いやなんか噂によると展示終わった後に梅干しポケットから出してピュッと貼り付けたとか分かってんでそれどこの大学は言ってませんよ。五美大っていうね大学の先生も大変やねって言ってね。いやもう本当に意図的に狙ったテロ的な感じかもしれませんけどね。もう親やったら落ち込みますよね。100号のキャンバス16,000円に梅干しね、そういった焼酎に入れてあげたいですよね。焼酎のお湯割りに入れてあげたいです。それで、ちょっと拭き取って後ろの方のこのオレンジかこれじゃがいもオレンジかなの方とかを拭き取りながらベリーさんの中にあるなんかこう本当に綺麗ですよね。なんかこう購買欲をかき立てるようなこうディスプレイですよね。前の方に鮮やかなものを持ってきて、後ろの方へどっちかというと野菜手前果物みたいで多分そういうのは考えてやるんちゃうかなっていう、要は映えですね。インスタ映えなんか映えとかちゃいますよ。ブーンとか知ってます。インスタ映えっていうんですけど、で、これちなみに送られてきた写真をやっぱ僕トリミングしてます。そのトリミングの仕方を教えてくださいとかいうのもあったんですけど、構図の動画とか上げてるのでそれ見てもうたら多少わかるかなと思ってちょっと返事、したのかしてないかちょっとあれですけど、いっぱい来るからねわからないですね。で、隙間ようやくこう隙間産業を始めました。こう物と物が接していたりするとこの隙間みたいなのをちょっとこう暗く描いていきながら今日は日の丸弁当のお話ということで、4年間の学費1年間100万としても400万プラスね画材費やら何やらとか、もし一人暮らししたらいくらとか700-800万かかって、梅干し1個だけか卒生やと思ったな。親やったら俺もう号泣するやろな。もうその場でこう崩れ落ちるやろなってね。そんなんどうでもいいんですけど、隙間を描きながらこの部屋真ん中の濃いベリーですとかっていうのとかね、やっぱ美大とかでねなんかこう本当に卒業すんのは楽な大学は楽やと思いますよね。
今どうか知らんですよ。昔よりも厳しくなりましたもんね。昔はだいぶ緩かったですもんね。今度なんかアジアはサッカーのね前目とこはい、隙間を書いていっております。脱線をしまくってます。13年ぶりに北朝鮮対日本戦が北朝鮮でやるとか言ってなんかニュース出てたんですけど、その13年前映像とか流れへんかな。はい、私のね深いファンの人はなんかこの話もわかると思います。で、周りのとことか人も外側から形を決めるとか、もう本当にこう人がドンとシルエットで見えてくるんじゃなくて、周りをこう引き締めてこう見せるとかね、そして細かいディティールというか手前の方とかをアクセントを置いていきながら、奥行きもギューッと出たんじゃないですか。どないでか細かいディティールを描いていきました。書けやんことないでしょ。だから初めの頃透視図法的なものをまずしっかりやるっていうのと、見せ場ってどこかなって自分でしっかり決めて、そこから目が動いていく、こうベリーから人に行って、そして奥の方に抜けてきたりまたぐるっと一周してくるみたいな感じとか、そういう意識をちゃんと持ってあげて、そうすると書くポイントが分かってくるわけですよ。端から全部書こう思ったらしんどいですけど、ちょっとそういうポイントみたいなのをある程度絞って、今型のところちょっと拭き取りました。ということで最後、また全体を早送りでちょっと見せていくと、画面が少しずつ暗い色などでこう引き締められていっているのが分かるんじゃない。同じような色を使ってるじゃないですか今ね。ちょっと今度は緑入れましたけど、とかで、それ白とか入れてます。今度はね白とかも不透明、最後の方ちょっとだけ入れてみたりとかして、ビニールに入ってる感とか、後ろの方の、今日はお鍋にしようかしら、何にしようかしらっていうね、そんな感じで、この辺とかも画面の端の方まで一応緊張感を持って描くということをしていきました。難しいでしょ。書けますかどないでっか。皆様ぜひぜひ、書いてお高評価などに送ってきてみてください。画面の中で例えば人っていうのがそこまでこう主張するわけでもなく、ちゃんと主役脇役というのが分かるように描いていくということを、皆様も最後ディテールを細かく書いてサインを入れて終わりといたしました。ご視聴ありがとうございました。だらとしたら最後噛みましたが、雑談にお付き合いいただいてありがとうございました。こういった細々したものぜひ描いてみる。そしてね、皆さん鬼高評価に待ってます。チェンが厳しく言うてありますからね。ということで、本日もありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では。ご視聴ありがとうございました。どうですか？書けますか？ね、こんなん書けへんでしょ。めちゃめちゃ大変でしょ。難しいと思います。ごちゃごちゃとしてるのね。まず大きくダーンとしてね、ぐちゃぐちゃって色ダンダンダンして隙間ダンダンって書く。簡単です。皆さんもやってみましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では。チャンネル登録よろしく。今年もよろしく。2号の